これドッキングさせますか。上顎予約開始は僕の誕生日9月6日の夜8時。簡単修正。ああほら簡単に取れた。かっこええんかこれ。緑と黒のバランス。ねえねえ、反対に曲がってる、反対に曲がってる。ああどうしよう。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。ガブが終わっちゃったね。1年間早かった。めちゃくちゃ面白い物語でした。最終回も良かったよね。しょうまくんはこの世界で生き続けるんやね、ずっとね。まあちょっと最終回について話したいことはたくさんあるんだけれども、一旦それは置いといて今日も改造していきますよ。今回のターゲットはガブ、結局ガブやります。イートライダーシリーズですね。もうこれが本当に最後になるのかな。本当は前回のインベスで終わりのつもりだったんだけど、最終回でさライダーごちそう出てきたやんか。ゼッツですよ。もうそうなったらやっぱ絡めるしかないやん。なんか最終回終わっちゃったなっていう寂しさもあるし、ガブロスありますからね。それを乗り越えるためにもこれはやっとかないとあかんなと思って今回も楽しんで作っていきますよ。チャンネル登録まだの方いますがそっちとお願いします。グッドボタンも忘れずに。ワンネッシー。最後の戦いの時にしょうまくんのグミの装甲が全部落ちて、しょうまくん本体に戻ってもう一回ガブにごちそうを食べさせた時に変身音声じゃなくてチャージミーって言ってたね。ということは何、この1年間しょうまくんはずっとしょうまくんで戦ってたってこと。変身してるけど変身してない。いやー難しいけど面白いな。まあ最後まで見てね。さあそれじゃあまずね、このガブちゃんどういう風にしたらゼッツっぽくなるのかっていうことで考えていきたいんだけど、まず塗装は絶対にしますね。ゼッツカラーに塗ります。でも他に少しだけ造形もいじりたいなと思ってます。まあ、ゼッツの顔で一番特徴的なのはやっぱり切れ長の目ですね。リバイス以来かな、あんなグニューンとなったベノム系の目っていうのは。他にもあったらコメントで教えて。そういう特徴をここにビヤッとこうつけたいんですね。なおかつ赤のクリアでできたらいいなーっていうことで、いろんなパーツ、僕の部屋のパーツをね探しました。でこれなんかどうかなって思ったのがザン、これはレジェンドベルトシリーズかな。アギトの前だけっていうね分解したやつたまにいただくんですよ。ありがたいですね。素晴らしいパーツです。これのこの辺を使ってちょっと目っぽくできるかなーっていうのでやってみたいと思います。分解してみよう。分解これどうやったらいいのかな。ビスはもう基本的に外れてるんだけど、あー真ん中取れためっちゃ簡単に真ん中取れた。この端は同じ感じで取れますか。いや怖いな怖いな。そっか、ここがもうハンダゴティングで潰されてるから抜けるわけないですか。ちょっとニッパーいってみましょう。ここを外しちゃえばなんとかなるんちゃうかな。どうこれで。ああほら簡単に取れた。イエーイ。じゃあこっちも同じように。よっ取れたー。よしじゃあこれをあれ、あそうやーミスった。これそうかそうか、そうよねそうよね。お互いにこうなってんやからこうしたら同じ向きよね。うわどうしよう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 。インパクトなんかこんなどうしよう同じ向きになっちゃうな。どうしたらいいんやろ。いやもうちょっと一か八かこっちを切ってこっちにくっつけるっていうので。いやそれでも向き反対か。どうしよう積んだかも。向き反対やもんな。はい告知、武蔵浦和駅前でワークショップやります。いや駅前のイベント出たかったのよ。今月9月の20、21最強戦子育てママ応援フェス。時間は10時から16時。いろんなクリエイターさんが出展されて、もうワークショップいっぱいやってるっていうイベント絶対楽しいよ。で僕はいつも通り武器作りをやります。武器の装飾体験ですね。今回パウチがご用意する武器は鎌。まだ形はできてないんだけどもうパウチの鎌やから間違いないよ。そこは信用してほしい。パウチクオリティやから。こういう柔らか素材で作った武器なのでカッターでも簡単に切れるし、こういう素材も現地に追加で置いとくからもう自分で切って武器に貼り付けて勝手に形変えちゃって OK。 これすごいでしょ。面白いでしょ。で今回の場合鎌を作ってもらうんだけど、同じベースの鎌を渡しても一人一人全然違うものが出来上がるわけ。この個性爆発感がたまらないんです。そしてもう一つ大好評、武器ガチャもやります。だからワークショップは時間かかるからちょっとな、でも武器は好きやのになーっていう方は武器ガチャだけ回しに来てくれても大丈夫。さあそんな大好評パウチの防
冒険道のワークショップは今回予約制です。予約開始日は9月6日の夜8時、僕の誕生日ですね。情報を整理します。日にちは9月20日21土日、時間は10時から16時まで、場所は武蔵浦和駅の1階自由通路、ビーンズとマルエツっていうお店の間ね。ちょうどこの辺ですね、この辺り。武器の種類は鎌、値段は3500円、所要時間は50分作業してもらって入れ替えで10分っていうので1時間ずつで区切ります。1回のワークショップ2名様まで、だから1日6枠12名様限定なんですよ。それが2日間で合計24名様。これぜひとも予約していただきたい。予約開始は僕の誕生日9月6日の夜8時。予約サイトは動画概要欄に載ってます。何回か予約してくれてる人はもういつも通りの流れですね。僕がいつも言ってる作るって楽しいを一緒に共有しましょう。あと僕の誕生日やから誕生日プレゼントと思って予約してくれてもいいよ。待ってまーす。なんか都合のいいこういうパーツないかなって今パーツの棚を見てたんだけど、こういうのが出てきました。これタジャドルのマスクのどっかか、タジャドルのマスクね、イートライダーシリーズで使ったことがあって、それのパーツだと思うよね。複眼ではない。複眼は招き猫作った時の目にしてるから、これは複眼ではないんだけど、これだとちょうど赤いし、半分ずつ左右対称の形してるから、もうこれを本当に目にするしかない。これ失敗したらもうアウトです。失敗したらもうアウトです。じゃあオルタリングは戻っといてもろってはい、戻りました。振り出しに戻るというねちなみに振り出しっていうのはスゴロクのね、サイコロ振る、その振り始め、振り出しに戻るというね、振り出したあの頃に戻るっていうそういう言い方するとちょっとロマンや。まあいいねんけど。さあじゃあね、これを切るんだけど、ニッパーでやると勢いでパキンって変な方向に行っちゃう時あるから、これはもう慎重にゴティングでいきましょう。ハンダゴティング。まずは半分に切りましょうか。ガブの顔に当てて形を決めて、何回かゴティングでなぞると溝が深くなってちぎれる。でこれは今あくまでもガブの目を作ってるので、ゼッツの目にとらわれすぎてはいけないというのがポイントですね。あとちぎるときめっちゃ気持ちいい。目を2つ作って、どうだ。おおゼッツの目や。本当はゼッツの目のデザインをこう上がってグニューンと下にいってるんだけど、それは今回はなしで、もうちょっとこう曲げたいな。プラスチックを曲げたくなったらこれですね、ヒートガン。シャイケー。これ今6倍速で見てもらってますけど、ちょっと温めすぎてね。おお危ない危ない。反対に曲がってる、反対に曲がってる。こっちじゃない。いややりすぎたか、変な形になったな。もう一回温め直し頼む。戻ってくれ。これでギューッと押し付けて、なんとか許容範囲の形に戻したいが、いやちょっとへこんだなここ。どうしたらいいやろ。一回変にへこんだものをきれいに戻すのはめっちゃ大変で、なんとか指で押し上げて押し上げて、ああいけるね。大丈夫か。よし、さあ2個目作っていこう。1個目でうまくいかなかった反省点をしっかり生かして、おーし、きた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 。一発で成功させます。よーし、いいんじゃないですか落ちたね。空落ちるよね。これ塗装してから貼り付けます。ひとまずこう目の形ね。はい、できました。よし、じゃあ次はね、ちょっと待ってね。さてこっからね、ゼッツドライバーを少し意識して、というかカプセムを意識してもう一個装飾作っていこう。僕ね最近ね、武器ガチャっていうのやってるんですよ。本当の名前冒険ガチャっていうんだけど、冒険グッズが必ず何か当たりますよっていうね。それで使うこのカプセル、これをね大胆にボコーンと配置してやろうと思います。期待通りやろ。行くなら額だって思ってたやろ。もちろん額なんです。めめここにボコーンやな。でこういう時にうまくいくかしら。マジックたっぷりインクをのせるイメージでわーっとなぞっていきます。ちょっとついたね。インクがちょっとついた。見えますかこれ、ちょっとインクついてんの。このインクの線に沿ってゴティングでスーッと溝を掘ろうかなと思います。カプセルがガポンって入るように結構しっかりめに溝を掘っていきます。さあどうだろう。おーいい感じいい感じ。パームさんみたいになってきたやん。よし、これでボコンと入りました。よし、これでちょっと途中経過見せるねはい途中経過かっこええんかこれ。でも色を統一させると結果まとまるっていうね、いつものパターンですよきっとね。だってそうなってもらわないと困るんだから。今のところ全然かっこよくないぞ。いやー大丈夫かな。大丈夫でしょう。よし、じゃあここで
塗装ブース行こう。これはもう緑と黒のバランスやわ。とにかくバランス。Z のデザインはすごいシンプル。それはつまり特徴がないという風にも言えんのよ。まあ Z 特徴あるけど、そういう場合ね、Z から何を優先してガブに落とし込んでいけばいいのかっていうのがものすごい難しくて結構考えた。で、赤色は極力控えるようにした。だからこういうところの細いラインだけメタリックレッド入れようかなと思って下地のシルバーをペンで描いてます。もう控えめに控えめにこうやってエアブラシを細く絞ってクリアレッド吹いてるんだけど、これは正直マスキングが正解やったな。続いてカプセム、当然マスキングしましたよ。クリアレッドを吹いてそれっぽく。はい、塗装もできましたのでここからラストスパートやっていこう。まずね、この顔、まあ目を後から貼るんだけど、大事なもの忘れてます。この触覚ですね。仮面ライダーにおいて触覚がすごく大事ですから。で、画像を見ると色は多分黒なんですよね。極端に照り返しがあって白く見えるのもあるけど、フィギュアーツ画像とか見ると黒なんですよ。だから黒でいきます。多分合ってる。で、素材はジョイントマットの切れ端、これを使います。こういった時に上が細くなるようにですね、長さこんなもんにしてみるかな。ちょっと長め。ああ、いいんじゃないかな。角を落として合わせてみる。いい感じですね。あ、かわいいやん。1個目の角を反対にして2個目の肩を取ると同じ形が簡単にできます。で、こっから黒くするんだけど、市販の缶スプレーで一気にシャーって黒くしちゃってもいいし、マジックでやってもいけます。今回はみんなやりやすいようにマジックね、身近な道具で。で、これを塗るには太いマジックがあった方がいいね。あと塗りムラはない方がいいけど、まあ気にしなくていい。別にムラがあろうがなんだろうが。で、ほら、ムラなんてわからないでしょ。こんなもんでええねん。で、ここにあー、そっか。カプセルはめるんや。カプセルムーか。あー、そっか。じゃあ、こうなるから、ここ、削らなあかんや。削らなあかんや。削らなあかんや。まあいいや。削ろう。ああ、いいじゃない。これでいいよ、これでいいよ。よし、じゃあ流れとしては、カプセムを先に作ってはめちゃわなあかんね。はい、これ段ボールの作品。この前香川のワークショップに来てくれたちびっこがパウチにあげたいっつって持ってきてくれたんだけど、でっかい剣とファイズブラスターっぽいやつと銃ね。銃はここ取り外しができんのよ。まあ大きさがなんとなく合ってて、こんな感じで全部合体できるような作品なんだけど、いや、これがさ、何よりも僕が感動したのはね、この厚みなのよ。段ボール5枚ずつぐらい使ってて、この厚みちゃんと出してんのよ、ちびっこが。すごくない？僕がちっちゃい時にもこういうのは多分平面で作ってたな。段ボール使っても2枚 ?1、2枚でやってたと思う、多分。いや、だからこの子はね、きっと立体の世界に生きてて、見てる世界が全部立体やね。ちゃんと幅があって 3D なのよ、きっと。すごいもんやなと思って、どうしてもみんなにこれを知らせたかった。立体で捉えるって意外とできてるようでできてないからね。で、カプセムの柄は Photoshop っていうソフトで作って印刷してます。こんな感じで、まあ範囲を決めて出力するだけっていう簡単工程なんだけど、Photoshop じゃなくてもこういうのできるアプリ多分いっぱいあるわ。スマホでみんなすごい上手にスマホであんなちっちゃい画面で器用にやるもんね。いや、すごいなと思うわ。で、出力したのがこちら。これを切り取ります。カッターよりハサミの方が僕は簡単かな。で、ジョイントマットの切れ端をカプセルに入るように丸く適当に切ります。これにグルーガンで貼り付けてカプセルの中にスポーンと入れると絵柄の支えの出来上がり。グルーガンで貼り付けますとギュッと押し込んで、よし。もう赤い塗料ちょっと剥がれてるけどあんま気にせずに思いっきりはめちゃいましょう。よっしゃー。剥がれちゃった塗料はマジックで簡単修正していこう。そしていよいよカプセムの両端にさっき作った角をつけていこう。グルーガンで簡単接着。ほら、ちょっと浮いてる感じだから、グルーガンはこの上までやらずに途中から始めるっていう、これ大事ですね。そうするとこうくっついてない分浮くからバーンいい感じの角がつきましたね。さあ、これでやっと目までたどり着いた。グルーガンでギュッとくっつけましょう。しっかり押さえてバーン。はい、絶の顔。そして最後もうワンポイント。実はこの手としてはないんだけど、ビルドの手が余ってたんですよね。だからこれを塗りました。もうビルドのやつもくっつくっていうのはイートライダーシリーズのビルドジーニアスの時にもやってるからね。過去の改造の知識が役立つ瞬間っていうのは好きですね。よし、じゃあこれドッキングさせますか。上顎ギャシャン。グッドモーニングライダー完成でーす。やった。結構 Z っぽくなったんじゃない？いや、Z と比べたら Z じゃないけど、ガブの範囲では Z やろこの捉え方、これ注意してくれよみんな。僕はガブの範囲で Z を表現してるからな。これ分かってくれよ本当に。ここの着眼点見失ったらもうこの改造動画全然しょぼく見えてしまうかもと思って。いやー、怖いね。僕は怖いことをしたよZ5 地蔵は Z ドライバーの初回特典でついてたよね。だから僕届くようになってますから、それ届いたらまあこうやってカポンとは
めてイエーイってやろうかなって感じです。はい、今回動画にしてないんだけど、この唇と歯をね両方緑色にしたでしょ。でも間は黒マジックで塗ってるんですよ。黒要素を増やして境界線を作ることで緑色がくっついて見えないっていうの、まあ当たり前のことなんだけど大事なことっていう、この辺ポイントですかね。あとこうやると見えないんだけど、こう見るとゼッツの目の下にガブちゃんの目がちゃんとあるっていう、この辺もね可愛いところですね。ちょっと浮くようにくっつけてます。いいでしょ。やっぱガブ可愛いね。いやー本当に終わってしまったのか、1年間。なんかもっと色々できたと思うねんな。後悔ではないんだけど、なんかもっと考えたらもっと色々できた気するな。素晴らしく優秀な素材でしょガブちゃんって。獅子舞ガブ作りたいとか、カエルの黄緑のガブ作りたいとか、テラドーパンと作りたいとかね、色々考えてたんだけど、なんかあんまりできずに終わっちゃったなまあまあそうかそうか。まあでも9月7日僕の誕生日の翌日ですね。翌日にミッションスタートってことで1年間また応援していきましょうよ。いや可愛い可愛い、ようできたわ。10月のグループ10に持っていこう今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さんワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ、これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。